神回。どうも、ワンピースの謎と仮面 YouTuber、ゆうてなんぼのゆでろんです。ありがとうございます。いいね、チャンネル登録してね。今回は週刊少年ジャンプ2024年10号、ワンピース最新話1106話、君の味方を考察します。この1106話では、僕がいつもやっている話数の理論がバッチリハマったようです。一緒に考えていきましょう。よろしくお願いします。ただし最新話をまだ読んでない人は、大いにネタバレを含む内容ですから、今すぐ動画をストップさせてください。よろしいでしょうか？行きましょう。まずは先週の予想の答え合わせを行いましょう。こちらです。ボニーがこの状況を切り抜ける方法は一つ。パシフィスタの意見順位のトリックしかないでしょう。パシフィスタが従う順番は五老星が頂点ですが、実はボニーの方が上、頂点に設定されていそう。これは4ヶ月前、こちらの動画で考えました。こちらです。また、サターンがパシフィスタの命令権をさらに書き換えた場合、それを止めるのは最終的にボニーか。このエッグヘッドに迫る謎の勢力とは何でしょうか？麦わら大船団なら愛のヒーローとも合致します。さらに類似話数とも合致します。1105話の類似話数、115話には巨人の影が登場していました。そして次の116話ではエルバフの巨人の決闘です。すると1106話にもエルバフの巨人が現れそう。それは麦わら大船団のエルバフの巨人、新巨人海賊団のハイルディン。1106話の類似話数は6話、106話、116話、1016話です。6話ではゾロが後方から現れてルフィを支援しています。ならば1106話ではエッグヘッド近海にルフィたちを支援しに仲間が現れる。106話ではゾロがぐっすり寝て起きる。ならば1106話でもルフィがやっと動き出す。116話ではエルバフの巨人たちの決闘。ならば1106話では麦わら大船団 VS 海軍の巨大な戦いか。1016話では戦況をひっくり返すお玉が登場。ならば1106話でもボニーが戦況をひっくり返すのか。1106話の反転話数も考えましょう。1106話をひっくり返すと611話ホーディ・ジョーンズ。ここではネプチューンとそして新巨人海賊団が登場。するとやはり1106話にはエルバフの巨人新巨人海賊団が登場か。1106話の語呂合わせも考えましょう。1106話の語呂合わせは愛のヒーロー、アイドル。はい、先週エッグヘッドにやってきた謎の勢力とは話数の理論からエルバフの巨人を想起できたので、新巨兵海賊団ハイルディン、つまり麦わら大船団がやってくると予想しましたが、正解は旧巨兵海賊団、まさかのドリート・ブロギーでした。惜しい。116話にドリート・ブロギー、1106話にドリート・ブロギー、そのまま話数をつなげてきました。これは僕がやっている話数の理論の真実相当性がある程度証明できたのかもしれません。それでもまだ信じない、信じたくもない、そういう人もいますが、分かってもらえるまで頑張っていきましょう。そしてさらに逆転のボニーの考察も無難に当たっています。しかしこちらは熊の決闘因子によって引き起こされるものだと考えていましたから、これは少し違います。普通にベガパンクがプログラムしておいたものでした。ここからさらにいつもは端折っている話数の理論を今回は長くなりますが、もっと深く解説していきましょう。1106話の類似話数、106話でウソップは海賊ってのはみんなのヒーローだと言っています。106話の話数の語呂合わせはヒーロー。一方1106話では熊とボニーが待ち望んでいたヒーロー、太陽の神ニカが登場。さらにドリーとブロギー巨人たちにとってもおそらく太陽の神ニカはヒーローのようです。また類似話数116話でブロギーはニカッと笑って登場。一方1106話ではニカが復活。1106話の反転話数611話もさらに見てみると、611話にはカニ手のジャイロが登場しています。以前考えたようにカニの反転が2課ですから、反転話数の理論もこれで成立しています。さらに1106話の類似話数1016話でもヒーローであるルフィを待っていた話でした。これも2年前このように考えました。こちらです。しかしヤマトはルフィこそが光月おでんが待っていた男。ルフィが戻ってくるまでカイドウを食い止めると言います。これが1016話の話数の語呂合わせ10個目。0を前につけて待とうヒーロー。待とうヒーローでしょう。光月おでんが待っていたヒーローこそがルフィであり、その思いを受け継いだのが1016話のヤマトでした。一方1106話では熊とボニーがニカを待っていました。そんな1106話の話数の語呂合わせは先週愛のヒーローだと予想しました。
こちらの動画でルフィには愛の力があると考えましたから、1106話のニカルフィはまさに愛のヒーローでしょう。そしてさらに1106話の話数の語呂合わせ2つ目は、0を前につけて、マイヒーロー、マイヒーロー、私のヒーロー。タイトルと合わせると、マイヒーロー、君の味方。以上が話数の理論、一つなぎです。何度も言うように、ワンピースとは、そのタイトルの通り、パズル要素が仕掛けられています。その仕掛けの一つは、話数の理論で紐解けそうです。それでは本編の考察を行いましょう。1106話のスタートは、モルガンズの新聞を見たドリーとブロギーが巨大な船で接近中。ドリーとブロギーは6話のゾロと同じく、エッグヘッドの後方から現れて支援します。そこに書いてある編集部のコメントは、敵か味方か。633は敵か味方か。そしてこの1106話のタイトルは君の味方。エルバフの巨人たちはルフィの味方。このドリーとブロギーが現れる伏線は過去のバスターコールから読み解けます。オハラのバスターコールでは巨人のサウロ。エニエスロビーのバスターコールでは追い元カーシー。エッグヘッドのバスターコールではドリーとブロギーです。バスターコールと巨人は関連付けられていた。一方空中のクマとボニーを50体のパスフィスタが狙っています。ここでステラはアトラスにパスフィスタの秘密をボニーに伝えろという。それを聞いたボニーは、撃たないでお父さん。先週の予想通り、ボニーは逆転の一声を放ちました。パスフィスタマーク3はクーマさんにひっくり返る。ベガバンクはパスフィスタ全てに意見順位のトップはボニーであるというプログラムを仕込んでいました。これが1106話の話数の語呂合わせ3つ目。インテル。6はウィキペディアによるとルド読むそうです。つまり全てのパスフィスタにインテル入ってる。これは懐かしの CM、インテルのキャッチコピー、CPU プロセッサー、インテル入ってる。パン、パパパパン。パパのパスフィスタには秘密の装置が入っていた。マイヒーロー君の味方。50体のパスフィスタはボニーの味方。さらにセラフィムたちもパスフィスタですから、12歳の子供、ボニーの味方でしょうか。パスフィスタに命令できる権力者の頂点は隠されていた秘密の子供。権力者の頂点が秘密の子供。以前少しだけ考えましたが、もしかすると権力者の頂点、隠されたイム様もアキラのような子供の姿なのか。800歳の子供、それがイム様の可能性。とにかくパスフィスタは海軍たちにビームを撃ちまくっています。これが1106話の話数の語呂合わせ4つ目。ヒットビーム。そしてベガバンクの裏切りをサターン星は許さない。サターンはベガバンクを串刺しにします。これが1106話の話数の語呂合わせ5つ目。厭むとは獲物を仕留めるという意味です。そんな五老星サターン星はやはり無能星。自称科学者のサターン星は自分も科学者なので出し抜けないとベガバンクに言っていましたが、ベガバンクはあっさりと自爆装置や意見順位を書き換えていました。それに気づかないサターン星。えげつない低能。明らかに無能なサターン星を出し抜いたベガバンク。このベガバンクの行動はクマとボニーへの愛でしょう。恐怖で縛れば言うことを聞くと思っているサターン星。愛の力はやはり恐怖に抗える。しかし抗いはしましたが、ベガバンクは虫の息です。さらに上空のクマとボニーをキザルが追撃します。そこに満腹フルパワーのニカルフィーが登場。あっひゃっひゃ、楽しくなってきた。この状況で笑ってしまう太陽の神ニカ。笑いとは何か。笑いとは人々を安堵させる力と、一方で動物としては攻撃的な威嚇の意味を持っているそうです。笑うほど強くなるニカとは、笑うほど攻撃力が増す。ここでニカはエッグヘッドの街や地面さえもゴムにしています。街が踊っています。島ごと揺れて島が踊っている。どんどっとっとどんどっとっと大地が踊っている。島の歌声。ワンピースにおいて島の歌声とはラブソングです。ニカの鼓動、解放のドラムは大地、島をも踊らせてしまうのか。島は歌う、島は踊る、島は動く。
こちらの動画では第3のポールシフト説、大陸移動によるポールシフトを考えました。星の地軸が動くポールシフトではなく、大陸が移動するポールシフト。ワンピース考察界隈で昔から言われているポールシフト説。この理論で問題となるのは、そんなものが起きたら人類や建造物が絶対に耐えられないという問題ですが、ニカの空想によって全世界の島や建物がゴムになっていれば、この問題をクリアできそうですが、とにかくこの解放のドラムによって鉄の巨人も動き出しています。そしてボニーもついに気づき始めます。クマが長年目をかけていたゴムの男ルフィこそが太陽の神ニカ。驚きと感動で涙を浮かべるボニー。自我を失ったクマも何やらニカに呼応しているかのよう。ベガバンク曰く、ニカを何百年も待ち望んでいた者たちが世界中にいるという。その一つがエルバフの巨人、ドリーとブロギー、巨兵海賊団。エルバフとニカの関係については、ルフィが太陽の神ニカだと確定する前、2年前の1043話の考察でこのように考えました。こちらです。以前考えたように、ルフィはワノ国の始まりでカニによって目を覚ましました。そして今回ルフィはニカになって目を覚ましました。ニカとカニ。ニカとはニカ。太陽の神ニカ。8ヶ月前から一貫して言ってきたように、ルフィイコールジョイボーイ、ジョイボーイイコール太陽の神ニカ。これが1043話の話数の語呂合わせ7つ目。冬至祭。冬至祭でしょう。冬至祭とは巨人族の国エルバフで行われている断食、太陽の死と復活のお祭り。太陽であるルフィが一度死んで復活するイメージ。窮地ほど笑い、笑うほど日課。ルフィ復活。これは前回の動画で考えた通りでした。しかも、エルバフの巨人たちのお祭り、冬至祭の語呂合わせも重なって、こちらで考えたジョイボーイ巨人説もいい感じになってきました。1042話で一度死んだルフィは、1043話で変身。そして1044話で太陽の神ニカラと確定しました。それこそがエルバフに伝わる太陽の死と復活のお祭り、冬至祭。さらに800年前に死んだ先代のニカことジョイボーイとは巨人だとも考えましたが、こちらはおそらく巨人そのものではなく、巨人の血を引いたバッカニア族でしょう。ジョイボーイはバッカニア族だった可能性。ちなみにドリーとブロギーのモデルは昭和のプロレスラードリー・ファンク・ジュニアとブルーザー・ブロディでしょう。ドリーの剣はテリー・ソード、ブロギーの斧はブルーザー・アックスです。そして先週1105話でバスターコールの砲撃を開始したこの海軍中将のモデルはハルク・ホーガンでしょう。ホーガンとホーガンのダジャレです。ドリーとブロギー VS ハルク・ホーガン世紀の一戦。さらにこの中将の能力はラッコでしたから、1105話ではラッコの砲撃バスターコール、類似話数の105話でもラッコの爆撃。楽しい話数のつながりをたくさん見出せます。脱線しましたが本編に戻りましょう。エッグヘッドに現れたドリーとブロギーはどうやら太陽の神ニカを崇拝しているようです。これが1106からの話数の語呂合わせ6つ目。アイドルとは偶像。その語源は神の偶像崇拝です。エルバフが信仰している偶像アイドルこそが太陽の神。さらにもう一つ、ドリーとブロギーはすでにルフィと出会っていましたから、1106話の話数の語呂合わせ7つ目はいいとも。友の誇りは決しておらせぬ。ドリーとブロギーの友達はルフィでした。そのように考えていくと、エッグヘッドはまさに今バスターコールの最中ですから、ドリーとブロギーは破国でバスターコールバスターを成し遂げそう。つまり海岸の海軍中将たちは一網打尽でしょう。ただしサタン星とキザルはこのまま終わりではないでしょう。この2人は必ず本気を出してくると考えます。まずキザルと戦うのは麦わらの一味でしょうか。キザルは一味に成長を見せてみろと言っていましたから、サンジとフランキーがキザルと戦いそう。さらにエルバフの巨人がエッグヘッドに来ましたから、それならば狙撃手ウソップも活躍しそうです。そしてサタン星は本気を出して戦うでしょう。なぜあれほどのえげつない程度サタン星が800年も世界に君臨しているのか。サタン星とは武神ですから、シンプルに強いはずです。そんなサタン星の能力はおそらく見えない糸でしょうか。
これは話数の語呂合わせからも考えられます。次の1107話、1108話、1109話、1110話、この辺りの話数には糸の語呂合わせが入っているからです。サタン星は見えない糸でルフィを苦しめそう。以上です。この1106話は話数の理論や過去の考察がバッチリハマった回でした。続いては次回1107話の展開を話数の理論から考えていきましょう。1107話の類似話数は7話、107話、117話、1017話です。まず7話は友達、扉絵は熊。ルフィは熊を友達と呼ぶのか、ドリーとブロギーはルフィを友達と呼ぶのか。次に107話はゾロが活躍する月光と墓標。ならば1107話でもゾロとルッチの戦いか。次に117話はドリーとブロギー。ならば1107話でもドリーとブロギーが活躍しそう。次に1017話ではフーズフーからゴムゴムの実の話。ならば1107話でもニカの話が引き続き語られそう。1107話の反転話数も考えましょう。1107をひっくり返すと711はロビンを捕まえたトンタッタ。ここでトンタッタはロビンを大人間と呼んでいますから、1107話ではやはり大人間エルバフの巨人が活躍しそう。さらに711話にはレオのぬいぬいの実が登場。ならば1107話ではサタン星の糸攻撃が登場か。1107話の話数の語呂合わせも考えましょう。1107話の話数の語呂合わせは糸の罠。サタン星が見えない糸の攻撃、罠を仕掛けてくるのか。いい女、ストゥーシーあたりが活躍するのか。人となり、誰かの人となり、生まれつきの性質が語られるのか。人人の名、人人のみ、ニカの名前が隠蔽された話か。以上です。皆さんはどう思われましたか？ありがとうございました。YouTuber みんなを魅了する謎解きの才能、さりげなくジャブを繰り出しユーザーを沸かせる感動が溢れるユデロンの世界へ。ワンピースのダジャレへとこう笑顔で乗り越え。チャンネル登録やコメントよろしくお願いします。雨のジャレ